世界的に AI によって人間の仕事が奪われるとメディアは話題にしていますが、日本だけは圧倒的超少子高齢化で AI に加えてもどんどん人手不足が加速していくと思います。この先の日本は全ての産業で人手不足化が進むと思います。外国人移民問題などメディアは話題にしていますが、この先の全産業超人手不足化が進む日本について、ひろきさんどうお考えですか？人が集まる業界と離れてる業界、格差が広がっていく。あんまり耳障りのいい話ではないと思うんですけど、時間の問題で、医療と介護に使われる金額は減ると思います。語弊がある言い方をしますけど、めちゃくちゃ頭がいい人って東大行くじゃないですか。で、そのめちゃくちゃ頭がいい人って東大の理三に入るんですよ。で、理三に入ってそのめちゃくちゃ頭がいい人って医者になるんですよ。医者になって研究をするタイプの人ってそんなに多くなくて、医者になって何するかっていうと、日本大体高齢者医療なんですよ。高齢者の治療をする、高齢者の診察をする、高齢者向きのお薬を出す、高齢者施設のところのリハビリとかのいろいろの手伝いをするみたいなのがあって、めちゃくちゃ頭がいい人が高齢者に行くお金を消費する仕事をするんですよね。アメリカとかだとめちゃくちゃ頭がいい人って割とベンチャー企業を作ってすげえ金を稼いで納税するんですけど、日本の場合ってめちゃくちゃ頭がいい人が税金からもらう仕事をしちゃうんですよ。もちろん頭がいい人がお医者さんをやるというのは別に悪いことではないんですけど、とはいえ研究者になってこの病気を撲滅させるための研究をするんだというよりは、病院で勤務をするっていう。研究者お金にならないからね。なので、日本の場合ってお医者さんってめちゃめちゃ結婚早いんですけど、それお金持ってるからね。お金持ってるお医者さんって研究してないお医者さんなんですよ。研究者のお医者さんって全然お金儲かんないんで。なので、高齢者医療に携わって税金を使う側になるとお金が儲かり、結果として幸せになるという形になっていて、すごく優秀な人が高齢者に携わる税金を使う仕事についてしまうというのと、介護という形で税金を使う仕事という人の割合がどんどん増えてくるんですよね。ギリシャが昔破綻した時に、4分の1が公務員だったっていうので、さすがにそれって公務員の数多すぎじゃねっていうのだったんですよ。4分の1が公務員ってなると、お父さん公務員でお母さん働いてません。家族がいますとか、あと親戚公務員ですとかで、多分ね、国民のうちのね、半分ぐらいが公務員世帯みたいな感じだったと思うんですよね。でも日本も公務員、学校職員、介護事業の人、警察官、消防官とか、国からお金もらってる系と、あとその国から出る税金でやってる仕事の人っていうのが、多分1000万人とかいくと思うんですよね。労働者がじゃあ6000万人ってなりましたってなると、多分6分の1とか5分の1が税金で仕事をする人たちになるんですよ。こうなってくると、多分逆に公務員とか介護の人の給料って上がるんですよ。これなんで上がるかっていうと、例えばそのお金を、税金をもらう側の人が多くなってくると、介護の人の給料上げた方がいいよねっていう政治家も増えるんですよ。だって介護の人たちが投票するから。で、学校の先生も投票するし、公務員投票するので、なので、どんどん労働者から増税して、お金を配った方がいいよねっていう政治家が増えて、で、その法案が通るんですよ。結果として、労働者はどんどん苦しくなり、増税され、でも増税されても、公務員とか介護の人とかはどんどん給料上がってくるから、それでいいよねっていうので、どんどん労働者は減り、徴税額は減り、でも払わなきゃいけない給料が増えるっていうののギリシャ化がどのタイミングから始まるかなんですよ。このギリシャ化のタイミングが始まった瞬間に多分もう無理なんですよ。継続不能なんですよ。で、日本って今平均年齢がもう50歳超えてるんですよ。平均年齢ですよ。そうすると50歳ぐらいの人が、じゃああと10年とかで年金もらえるよね。15年で年金もらえるよねってなると、じゃあ年金も増やした方がいいよねってなっちゃうんですよ。年金をあと10年でもらえる側になるわけだから、それだったら年金もいっぱいもらえる法案に賛成しちゃうんですよ。なので若い人なんかもう知ったこっちゃないと。年金は月に最低でも30万円もらえるようにしたいっていう法案を出す政治家がいたときに、じゃあその政治家に投票する高齢者の人もどんどん出てくるわけですよ。ってなると多分年金の受け取り額も増えてきちゃうんですよね。だってそういう政治家が受かるんだもん。っていう形で割と高齢者だったり年金をもらっている人というのがどんどん社会になって増えていき、結果として持続不能になるという状況になっていくと思うので、人が集まる業界と離れてる業界というのの問題というより、税金で暮らす人っていうのを
割合をいかに減らすか、もしくは金額を減らすかというのを誰かがやらないと持続不可能になるんですよ。でもこれって裏を返していくと、老人の年金を減らそうとか、高齢者の医療を減らそうとか、介護の仕事をしている人の給料を上げないようにしようっていう話になるんですよ。破綻するとどうなるの？物価がめちゃくちゃ上がります。日本円の額面で、じゃあ30万円毎月年金もらえるようにしましょうとか、じゃあ額面で介護の人は40万円もらえるようにしましょうってやって、で、それを実現するためには、国債をバンバンするっていうのをやることになるんですよ。なので、年間毎年30兆円今、新しく国債すってますけど、税収足りないから、国債を100兆円毎年すりますっていうので、毎年毎年100兆円するってなると、さすがに円で持ってたら、円の価値下がるよね。円安になるから、お金を持ってる金持ちは、どんどん円以外の海外の資産だったり、海外の通貨だったりに投資をするというのを始めるんですよ。で、物価はどんどん上がっていく。海外に投資をしているので、GDP とかで見ると、海外に投資をしていて、そこが日本人が儲けたというように見えるので、なので結果として別に国際貿易でも日本人は儲けてるよね。だって日本人が外国に投資して、で、そこで利益を得てるわけだから、国際貿易で言ったら日本は黒字だよね。経常利益黒字だよねって見えるんだけど、実際はお金持ちの人のお金は海外で儲かって、それをさらに海外に投資してっていうのがぐるぐる回っていて、日本国内にお金は回らないんですよね。お金は回らないから、働いてる人のはなかなか売り上げが上がらないのですが、公務員になると額面もらえるから、みんなやっぱ公務員になった方がいいよね。売り上げが上がらない会社が何するかっていうと、政治家に頼るんですよ。東京って政治家にほとんど頼らないんですよね。勝手に稼いで勝手に納税するんですけど、地方に行けば行くほど政治家に頼るんですよ。政治家に頼って建設の仕事を持ってきてもらって、それで潤ったりっていうので、政治の力がどんどん強くなるんですよね。で、納税者はいないけど政治の力が強くなり、結果として国家予算はどんどん膨らみ、国債はバンバンするっていうので、ひたすら物価が上がるっていう構造に長期的にはなるんじゃないかな。ひたすら物価が上がっていく中で、何をもって破綻かっていうのになると思うんですけどね。なので、日本の場合って多分若い人が見切りをつけていなくなって、多分もらってる年金でも普通に額面で100万円分もらってるんだけど、物価はもう10倍以上になってるから、まともになかなか食い物買えないよねっていう感じになってくんじゃないかなと思います。貯金したお金も安くなるんですよね。日本円でいくら貯めてても、日本円自体円安になってしまうので、なので安くなってしまうので、貯めるのも日本円じゃなくて、外貨で貯めるとかになっちゃうんですよね。っていう感じなので、国が破綻しても死ぬわけではないんですけど、ただ物が買えなくなるとか、警察とか消防が機能しなくなるので、火事になってもなかなか火が消えないとか、泥棒が捕まらないってなるんですよね。アメリカとかでも別に地方に行くとシリフっていう制度になって警察があんまりいなかったりするんですけど、そういう地域はでも自衛してくださいっていうので、アメリカがなんで銃が OK かっていうと、警察官が全然いない地域っていうのがあって、自分の土地に勝手に入ったやつは撃ってもいいっていうルールにすることによって治安が守られてるんですよ。銃もありませんって言って、じゃあ若者がバール持ってきて襲いかかってきたら、やっぱ高齢者2人世帯とかって絶対負けるじゃないですか。でも銃があれば勝てるんですよ。なので銃が必要だよねっていうのがアメリカの考え方で。で、日本の場合は銃もダメだし、お金のない人たちが徒党を組んで、一軒家とか襲って金目のもの持ってったとしても、別に警察はじゃあ後から来て犯人がこういう人ですねって分かったとしても、他の地域に引っ越してますとなると、連携して逮捕するとかなかなか難しいし、っていう感じで犯罪者の人たちが犯罪をしても捕まらないのが当たり前のような状態になってしまって、治安が悪くなるので、南アフリカみたいなゲーテッドシティと呼ばれる、アメリカでもあるんですけど、柵で囲まれていて、入り口には警備員が立っているみたいな地域に金持ちが住み、貧乏な人たちはそういうところに入れないので、他のところにいるんだけど、金目のもの持ってると襲われるので、財産を貯めてもしょうがないよねってなってしまうので、真面目に働かなくなるんですよね。銀行に入れたとしても破綻してしまったりとか、銀行に入れてるお金自体の価値が下がってしまうというのがあって、まともに働くよりもドラッグ売った方がいいよねとか、人から襲って金稼いだ方がいいよねっていうのが現実化してしまうっていうのが、割と南米とかアフリカとかで、都市部の周りの郊外で起きてしまう問題なんですけど、そういうものが日本でも起きてしまうっていう状態にはなるんですけど、これを破綻と呼ぶかというと破綻でもないんですよ。それで回ってる国は世界中いっぱいあるので、ベネズエラとか回ってるしね。なので、破綻はしないと思います。破綻って何っていう定義がないので。
ただ、今のようなみんなが幸せに暮らせるような日本ではなくなってしまうんじゃないかなと思います。銃を持てない場合は、セキュリティのきっちりしたマンションに住むとか、ゲーテッドに住むとか、フィリピンとかだと警備員を雇うとかっていう感じの若い衆を雇うとか、そういう感じの生き方になるんじゃないかなと思いますけど。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。